こんにちは、ひかりです。さあ、今回はおもちゃのリサイクルショップトイプラネット太田店さんの仮面ライダーシリーズのおもちゃコーナーに来ております。ここね、ソフビこんなあったんだってぐらいなんかソフビ増えたよね。特に800サイズのこういうね、最近のソフビがすごい多かったですね。この01ぐらいの頃のソフビのそのスタイルっていうのが一番かっこいいと思うんですよ。ただね、遊びやすさで言うとどうかなっていうところはあるんだけど、フォーゼ。ほら、フォーゼの頃ってまだちょっともっさり感があるっていうか、ちょっと肉付きがいい感になってるんだけど、最近のはもっとスラッとしてるんだよね。まあでも、クーガの頃とかもかっこいいんだよね、龍騎とかも。でもかっこいいよ。これね、これとかね、この龍騎は最近のやつなんですよ。かっこいいね。足の長さと形がかっこいいのかな。ね、すごい良かったんだけど、でもやっぱ800サイズだとね、定価が高くなっちゃうっていうのと、あと敵と戦わせるときに800サイズの敵ってなかなかいないんだよね、ウルトラ怪獣とかでも。そこかなっていう。ストロンガーの SH フィギュアーツがありました。結構古いやつかな。これね、ゾルダとタイガだっけな。これ安くない？ 2000 円で買えるのこれ。SIC のこの大きいシリーズ。2000円ってやつ、他のとか見たらね、結構他のはね、4、5000円するのが多かったんですよ。ちょっとこう画面に映ってないんだけど、値段が。そう。なんか、あれだけゾルダとタイガだけなぜか安かったんだよね。まあ、相場が安いのかな。でも普通に SIC で遊んでみたいっていう人にはすごいいいやつだと思いますね。そして下ね、100円コーナーです。100円でどれでも買えるよっていう。まあ、税込み110円かな。ここはやっぱね、食玩サイズのソフビが多いですね。ぶっちゃけ遊びやすいとかで言うと、集めやすいとかでも言うと、やっぱ食玩サイズはすごいいいですね。もしくは500サイズかな。ただ最近怪獣ソフビもちっちゃくなってきてるっていうのを考えると、やっぱ食玩サイズが遊びやすいかなっていう。やっぱね、敵の方が大きい方がちょっと盛り上がるのかなっていう、遊ぶときに。これ指人形なんだよ。こんな指人形あるんだっていうね。トライドの。ライドオントライドの。これなんだろう。絵を組み合わせで遊ぶのかなと思ったけど、ちょっと違ったの。よくわかんなかった。で、やっぱり指人形とかもありますね。まあ、最悪指人形とかは、おもちゃの街で遊ぶときはいいですよ、かなり。トミカタウンとかと一緒に。今のグランドジオの食玩ソフビで。ちょっと前はね、ある程度ね、レアだったんですけどね、最近はどうなのかな。さあ、そしてこっちにはキーホルダーとかもあるね。あ、ハッピーセットだ。ラバー。最近この分厚いラバーでさ、立たせられるキャラクターをシリーズ、例えばドラゴンボールの一番くじとかでもあったんですけど、これいいですよね。今ね、ショーケースに飾ったんですけど、めっちゃ映えました。なんか集めがいがあるし、まあ、おもちゃの街とかでも、まあ、キャラクターとして使えるもんね。指人形みたいに。まあ、ただこんな戦いアクションを楽しみたいってなると、やっぱり食玩だとちょい小さいかなってなるんで、やっぱ500、まあ、もしくは敵が大きいのを持ってたり、遊ぶスペースがいっぱいある人は800サイズでもいいのかなって思います。これなんかいっぱい詰め合わさってるけど、パーツが全部入ってるってことかな、リバイスの。まあ、ジャンク扱いなんだ。トイプラネットさんでジャンクって書いてあるのは珍しいですね。で、これね、ガッチャード。これが一番最近のシリーズ、最新のソフビ528円か。そう、のシリーズのサイズなんですよね。まあ、塗装省略もあるんだけど、まあ我慢できる。ほら、アギトとかちょっとね、下半身が寂しい気もするけど、でもまあ、耐えられるレベルではあるし、すごい出来はいいと思います。結構いっぱい売ってるんですよ。ほら、上の方までギーツとかリバイスとか。リバイかっこいいよね。リバイ結構僕好きですね。デザインね。なんか01とかに近くない？僕が好きな、例えば昔で言うとメガシルバーとかもそうなんだけど、ちょっと縦長のスタイルがいい感じのヒーロー好きですね。あとウルトラマンパワードとかね。さあ、そしてこっち仮面ライダー変身ベルト。めっちゃあります。まあね、トイプラネットといえばこの変身ベルト的なところもあると思うんですけど、そしてね、変身ベルトのね、バックルだけじゃなくて、ベルト部分とかも売ってるっていうね。で、こっちは武器系になるのかな。ね、武器とかが、まあ変身アイテムも中にはあったりすると思うんですけど、まあ欲しいのがあれば、ここからぜひ皆さん探し出してください。で、もちろんね、CSM とかね、プレ版のアイテムとかもかなりあるんですけど、結構プレ版のアイテム集まるんだよね、トイプラネットさんは。
まあ、トイプラ行けばなんかプレ版のアイテムが、なんか、ね、物によっては定価以下とかで買えちゃったりするみたいな。プレ版で買うより安いんかいって時とかもあるんで、まあもちろんね、高くなってる場合もあるんですけど、安くなってる場合もあります。大町ドーンとかもそうかな。これガッチャードセットね。さすがにまだガブはね、そんなになかったですね。今ね、やってるのが仮面ライダーガブで、その前が仮面ライダーガッチャードなんで、やっぱガッチャードのおもちゃ多いですね。これね、すごくない？ミニジオラマ、遊べるジオラマですよ。プラレールで作った。めっちゃ大きいのがね、太田店さんあったんですよね。店員さんたち頑張ったなっていうか、好きなんだろうね。こういうのがね。楽しいよ、おもちゃの街作るって。ちょっと僕もアルバイトでこの街作りに行く係やりたいもん。おもちゃの街こんな広く作って置いとけるってなかなかないからね。家だとね、作れたとしても置いといたら生活できなくなっちゃうから。片付けなきゃいけなくなるっていうね。お、セイは変身セット。そしてこっちには、ワンダーライドブック01のね、これは、プログライズキーか。これはワンダーライドブック、アギトのね、金なんだね、かっこいい。まあ、この下の方のキーアイテムはどれでも100円だよっていう。あ、カンタムとシンちゃん。顔。こっち普通。のが入ってた。こういうのをね、探すのも面白いですね。あんまりなんだろうな。例えば小さいお店とかでもう店主の人がおもちゃ大好きとかになってて商品を完璧にもう管理してあってみたいになってくるとそういうお店って別に店主の人は楽しいかもだけど買い物行って掘り出し物を探すっていう楽しみはあんまないのかなっていう感じはするね。掘り出し物を探すっていう意味ではないっていう感じかな。楽しくないなっていう。まあそれ以外では楽しいかもしれないよ。おもちゃ好きが普通に行くには楽しいけど買い物っていう意味ではやっぱりこう大型店こういうトイプラネットみたいなこういうところに行く方が僕は割とおすすめかな。もしくはまあ小さい店舗でもあまりおもちゃを中心としてない店舗に行く方がいいと思います。ちっちゃい店舗の場合。おもちゃ大好きな店主の人がやってる小さいおもちゃが一番掘り出すものがないとまあ普通に考えたらそうなっちゃうよね。やっぱね、こう、なんていうのかな。おもちゃ好きのやるおもちゃ屋さんはちょっとあれかなっていう。いや、おもちゃ好きはおもちゃ屋さんを開くっていうよりも、なんだろうな、博物館をやった方がいいのかなっていう感じはしますね。もしくは、なんだろう、普通にリサイクルショップをやるっていう。おもちゃ屋じゃなくて、おもちゃ以外も扱った方がいいと思う。これね、ビオランテ2個あったんですよ。この古いビオランテ。これいつか手に入れたいと思ってるんだけど、もう4000円だからな、手打って買えようって話なんだけど、ちょっとまだ買ってないですね。今回2体もいたんだよね。この古いビオランテね、4000円って結構安いんだよな。ねえ、でももうちょっとたまにね、掘り出し物でこうめっちゃ安い時とかあるから、それを狙っててまだ買えてない間に高騰しちゃうんだよな。このプラレールなんかすげえシルバー反射してる。なんかプラレール紹介系 YouTuber で顔出ししてない人ってレビュー困りそう。大変そう。プラレールもすごいね、いっぱいあるんですよ。結構プラレール力入れてる店舗なのかな。こんだけねあって、ほら、見て触れて遊べるジオラマ太田駅。これ太田って場所なんですけど、群馬県の。その太田駅をモチーフとして作られてるのかな。これちょっと遊ばせてほしいんですけど大人はダメかな。でもなんかちょっとミニカーね、走らせたり、プラレールで電車走らせたり、中でゴジラとか戦わせたりしたいですけどね。ゴジラ登場させて街破壊してるところに仮面ライダーとか登場するみたいな。シンカリオン。これ何これ当選品じゃん。ドライブヘッドの購入キャンペーンの当選品なんだ。貴重なやつですね、多分。やっぱね、ドクターイエローかっこいいんだよね、シンカリオンって。そっか。おもちゃ好きがあれやるんだったら、博物館っていうよりももう、買える博物館みたいな。一応おもちゃ屋さんって手は取ってるけど、基本博物館みたいな。値段がついた博物館みたいなやついいかもしれないね。僕がこれから目指すかどうかはわかんないけども。これよく見るんだよな。タコタンク。トランスフォーマー。で、トランスフォーマーもすごいね、海外の人とかに人気みたいなんで、トランスフォーマーをこれなんか銀河マンのやついたんだけど、ブルタウラスのブルブラックか。そう、トランスフォーマーを中心とした動画とかも撮ったら面白いのかなっていう。あとガンプラとか。ただ僕がね、あんまりトランスフォーマーね、知識もないし、興味もそんなにないんですよね。これはワンパンマンのジェノスじゃん。
鬼サイボーグだっけヒーロー名。これワンピースかな。一番ぐじのっぽくない今のクオリティ的にワンピースだけど。なんだっけ名前全然覚えてないけど。あ、これあれじゃん。一番くじの栄称じゃない？セイバーの時の。ただ、武器欠品かななんだっけクロスセイバーが欠品してるのかな。あ、ダースベイダーだ。めっちゃ顔出てるっていう。頭出てる。仮面ライダー一番くじはね、中古相場が下がりすぎるんだよね。だから引く気になれない。お、これは、あ、ジャックじゃん。ナイトメアビフォークリスマスだっけ。これいいな、シンプルで。これちょっといいね。うん。本格的なジャックが買えるっていう。ナイトメアビフォークリスマス見たんですよ、僕。まあまあ、もうちょっと怖い雰囲気ではあるんだけど、でも怖い話では全然なかったので、まあ楽しめたっちゃ楽しめたけど、何回か見る作品では僕はなかったな。ちょっとやっぱ世界観が怖いからね。不気味というか、あんまり、ストーリーは面白かったけどね。キャラクターとかも良かったし。今、セルいたね。ドラゴンボールコーナーのね、動画もまた別動画やってきますので、ぜひ他の動画もいろいろご覧ください。はい、今回はトイプラネット太田店さんでお買い物してきました。ぜひね、チャンネル登録していただけると嬉しいので、ぜひね、チャンネル登録、コメント、評価ボタン押してってください。他の動画もどんどん見てください。ではまた次回。バイバーイ。